どうもこんにちは。極真空手歴20年以上のアークと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。真柴亮、漫画はじめの一歩の主人公、幕の内一歩の初期のライバルであり、現在でもメインキャラであり、幕の内一歩の恋の相手である真柴久美の兄でもあり、そしてその凶悪な外見と戦闘スタイルではじめの一歩の中でもひときわ異色の輝きを放つボクサーでもあります。二つ名は死神。そのファイトスタイルはデトロイトスタイルと呼ばれ、前の手のガードをだらりと下げて L 字に曲げて、それを振り子のように振って、そこから放たれる死神の鎌とも呼ばれているフリッカージャブで攻め立てていきます。超高速で超広範囲のリーチで前で相手に近づくことを許さず、絶対的な自分の距離を保持し、その上ダメージも大きく、倒すことすら可能な万能にして唯一無二の武器。おそらくは幕の内一歩のデンプシーロール並みに有名で、みんな憧れ真似したりした人も多いのではないかと考えます。実際ぐるぐる回って連打するデンプシーロールよりも結構しやすいところがあったりしますし、そんな彼にはモデルとなるボクサーがいるといいます。トーマス・ハーンズ。アメリカはテネシー州メンフィス出身の男で、マシンガントミー、ヒットマン、モーターシティコブラなど様々な異名を取った名ボクサーです。ウェルター級から始まり、ライトヘビー級までの史上初の4階級、そして最終的に5階級制覇を達成した、まさに歴史的な偉人と言えるでしょう。身長は185センチにして、リーチに至っては驚異の203センチに達するといいます。アマチュア時代も155勝8敗という驚異のレコードを残し、その後名トレーナーエマニュエル・スチュアートと出会い、才能を開花させ、倒しの技術も身につけ、プロデビュー後17連続 KO 勝ちを達成し、最終的にプロとしては67勝61敗 48KO5 敗1分けという恐るべき戦績を残しました。そんな彼の、しかしやはり初めの一歩をボクシングの教科書と考えている私としては、真柴亮、その元となったフリッカージャブがぜひ見てみたいと考えました。そんな時私の目に飛び込んできたのが、1981年6月25日にアメリカテキサス州ヒューストンのアストロドームで行われた対パブロ・バエス戦です。この時期トーマス・ハーンズは恐るべきペースで試合をしており、前年の1980年3月2日に USBA の全米ウェルタ級王者を獲得し、驚くべきことに同じ月の31日、さらに一月後の5月3日に試合を行い、そして3ヶ月後の8月2日に今度は WBA の世界ウェルタ級王者に挑戦し獲得。また4ヶ月後の12月6日に防衛戦、そしてまたほぼ4ヶ月後の4月25日に再びの防衛戦を戦っています。ここまでのハイペースで戦って現在の常識で言えば大丈夫なのかと心配になりそうになりますが、こういうところこそもその怪物性が浮き彫りになるような事実と言えるかもしれません。そして今回取り上げるパブロ戦は、そのわずか3ヶ月後にはあの黄金のミドル級の代表的な名ボクサーの一人と言われる、ウェルター級歴代最速とも言われるシュガーレイ・レナードとの統一戦まで控えていました。そんな大事な時期に戦うということがまさに常識外れとも現代からは考えられるかもしれません。対戦相手のパブロ・バイズはその3年前にハーンズ戦当時の日本ジュニアウェルター級王者福本栄一がアメリカに遠征した際に対戦しており、3ラウンド KO で勝利するという確かな実力を秘めた男だったといいます。カリフォルニア州チャンピオン WBA9 位の肩書きを引っ提げてパブロ・バイズが立ち上がります。観衆の歓声に応えるようにトーマス・ハーンズが両手を上げます。この時の彼の異名はヒットマン、殺し屋。その言葉通りの不気味な風貌を叩いていました。
この時のレフェリーが日本の森田健というのは、どこか異次元のような雰囲気を醸し出していると言えるかもしれません。トーマス・ハーンズはその試合前の顔合わせのその睨みつけも有名だと言いますが、どこか感情が見えないような、表情がないというか、人間離れしている、その地獄の底のような瞳、顔色に正直戦意を喪失させられても不思議ではないような気がしました。この時点でトーマス・ハーンズは1980年のファイト・オブ・ザ・イヤーを獲得しているという話でした。まさに全米が、全世界が再注目していたボクサー。試合開始。ステップインする対戦相手に対してトーマス・ハーンズはゆったりと中央まで歩いていきます。うわ、はえー。思わず私は声を上げてしまっていました。トーマス・ハーンズから放たれた何気ないだろうジャブがとんでもない速さだったのです。一呼吸でおそらくは3発も打ち放たれました。それと最初からL字ガードのデトロイトスタイルではないのだなというところも一つ勉強になった点であります。さすがにあんなほぼノーガードと言えるものを常日頃からやっているわけではないということか。体を発に構えたあれがフリッカージャブか。速い。相手はまともに反応できていない。そして本当にほぼジャブだけで試合を構成している。そして相手の間合いとスピードを測って理解してからか、だんだんとその手が下がり、L の字を描いていきます。来た。真柴亮だ。その時思わず私は叫んでしまっていました。余裕たっぷり。まるで初めの一歩の木村達也との序盤の戦いを彷彿とさせる、それは様相でした。抜群の空間把握能力。ジャブ、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 ジャブ。ひたすらそれの連打。しかし全く肩に力が入っていない。柔らかい、自然なその一撃一撃。そして接近戦からのフックが驚くべきほどにシャープで、そして強力でした。チョッピングライトが顔面を直撃。そこからの猛烈なラッシュもまさしくマシュマロそのものです。しかもこちらは強烈なレバーブローまで使いこなします。1ラウンドとは思えない激しい打ち合い。そして2ラウンドに入り、なんと今度はトーマス・ハーンズがフットワークを使い出します。しかも笑顔で軽やかに。そして少しずつ前傾になり、その死神の鎌がゆらりゆらりと揺らぎ始めます。そうか、あの動きは打つぞ打つぞと見せかけるフェイントだったのか。そして今度はそのフリッカージャブをおとりに使ったものすごい右ストレートを叩き込みます。相手は息つく暇もないでしょう。しかもこちらのトーマス・ハーンズは接近戦を全く苦にしていないどころか、むしろこっちが得意なんじゃないかというレベル。まさしく穴がない。間合いを読み切り、トーマス・ハーンズは完全なデトロイトスタイルに移行します。攻撃特化型。ゆら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 動く左手に相手はペースが全くつかめない。しかもそのジャブが徐々に左ストレートの様相を帯びていきます。3ラウンドに入り、フットワークに加えてさらにフリッカージャブがボディと顔面の2択に変わるというか、ほぼ同じタイミングで2箇所同時攻撃となります。どんどん少しずつ自らの引き出しを開けていく感覚でした。この男の底はどこにあるのか。そしてそのジャブがしなやかになっていく。拳の正面ではなく空手でいう裏剣、そこで当てていく感じでした。さらにはロープまで詰められても、そのロープワークは素晴らしく、攻撃が当たらず、逆に強烈なフックのカウンターをかましていきます。4ラウンド、さらにそのジャブが速く力強くなっていきます。さらにそのフリッカージャブをおとりにした強烈な右フックで相手の顎が揺れます。ずっと同じテンポにならされて、その急激な変化についていけなかったのでしょう。さらにワンツー、そしてジャブ6連発からのほぼその6発目と同時に放たれた右ストレートがバゼの顎を完全に捉えてしまいました。
そこからフック、アッパーを中心とした驚異の31連打。しかも実質的にとどめとなったのは左ジャブ、左フック、そして2発のチョッピングライトでした。非常に大振りにもかかわらず、そこまでのつなぎ、内型。それゆえにシャープで相手が避けられずにもろに食らって大きなダメージを被ってしまう。そしてそれだけの連打をしていても息一つ切らさないスタミナ。まさにトーマス・ハーンズはマシュマリオのその雰囲気、技術、戦闘スタイルを有していながら、さらに彼の弱点の接近戦、スタミナ、それすらも兼ね備えた、漫画にしてしまえば面白みがないほどの完璧なるボクサーと言えました。私はこれからもはじめの一歩などの漫画のモデルとなった、そんな胸を躍るボクサー、そしてその実態を解明し皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。